こんにちは、ペルルのローリーです。お昼休憩なので撮影をしたいと思います。はい、先日ネオビニュロンについての動画をアップしました。ネオビニュロンっていうのは次世代の作り手みたいな感じで聞くようになった新しい言葉ですけれども、ネオビニュロンっていう言葉をラジオでは何度か聞いてたんですけれども、具体的な定義とかがなさそうだったので、本当にフランスの日常会話で使われてるのかなっていうのはずっと疑問でした。それを質問するようなフランス語で話している動画を作ってみたんですけれども、そしたらですね、3人のお友達から返事がありました。1人がバネッサ・ルトール、デュヴァン・オリアンっていうブランド名でフランスのアルザスでワインを作っているビニュロンです。もう1人トマはシャンパーニュのバレリー・フリゾンという家の息子さんです。クリスチャン家で一緒に働いたことがあります。3人目がアストリート、フランス南西地方のガイアックドメーヌ・サンクペイールという家のお母さんです。アンペキャーブルっていうワイン美味しいですよね。彼らのメッセージの内容だったんですけれども、面白いなって思ったのが、2人はネオビニュロンっていう言葉は、どうやら知っていたようで、1人はネオビニュロンっていう言葉は聞いたことがなかったので調べてみたっていう風に言ってたんですね。知らなかったっていう事実が面白いなって思いました。そのトマが調べてくれたことで言うと、もともとワイン作りの世界にいなかった人たちが都会やそのストレスに疲れて田舎に来てワイン作りを始める人たちのことみたいだねっていうことです。でも、トマの考えではそれはもっと広い動きの一部だと思っている。ネオビニュロンだけじゃなくて農家や野菜作りをしている人、職人さんたちも同じように増えていて、ネオルーラルって言った方がしっくりくるっていうことでした。これめっちゃ発音難しそうですね。ネオクホネオクホネオルーラルってフランス語でネオクホめっちゃむずいですね。私の発音でも合ってるのかどうかよくわかんないです。はい、ということでネオルーラルの自体は食べるもの、飲むもの、使うものなど、具体的でリアルなものを自分の手で生み出そうとしている、素敵なムーブメントだと思うよっていうことでした。Merci Thomas。はい、でですね、アストリートとバネッサはもともとネオビニュロンっていう言葉は知ってたみたいですね。アストリート曰く、ネオビニュロンっていうのは情熱から自分のドメーンを立ち上げたり引き継いだりする人のこと。フランスにはたくさんネオビニュロンがいて、それぞれの規模で活動していますよっていうことです。あとはバネッサが教えてくれたのはですね、ネオビニュロンっていうのは私たちのようにワイン作りの家系に生まれたわけではなく、以前は全く別の職業に就いてた人たちに当てはまりますと。で、面白いなって思ったのがですね、これは代々ワイン作りを続けてきた伝統的な家系のビニュロンたちと比べると、ある意味ではハンディキャップにもなりますが、一方で強みにもなりますっていうのも、私たちはより自由で、私たちネオビニュロンはですね、より自由で創造性を発揮する余地が大いにあるからです。ハンディキャップとなるのは、私たちには、親や家族から土地や仕事を受け継ぐことができず、全てを一から築いていかなきゃいけないというのがハンディキャップですということですね。Merci Astrid et Vanessa。私もですね、1年間、いろんなワイナリーで働き歩いた経験があるんですけれども、やっぱりその受け継ぐ仕事とか畑やお城みたいな大きな家があるっていうのはいい面もあり、時には難しい面もあるんだなっていうのは思いました。私が、行ったことがあるのはほとんどオーガニックなやり方でワインを作っている場所だったんですけれども、1箇所だけ今オーガニックに転換中っていうワイナリーお手伝いさせていただいたことがあったんですね。で、ありがたいことにレストランへの営業訪問にも同行させていただいたんですけれども、そしたらそのレストランの人はビオになってから来てね、オーガニックになってから来てねっていう風に言って、その時の取引はなかったと。
なのでもともと引き継いだ畑がどんなやり方で栽培をしていたかっていうことでも、それがメリットとなったりデメリットとなることもあるのかなって思いましたし、引き継ぐのって畑だけじゃなくて醸造所とか家で、フランスだとお城みたいに大きな家があったりするんですけれども、それも結局相続に関わる税とか大変みたいで、なので代々その家系の仕事や、家や畑を引き継ぐっていうのはもちろんゼロから始めなくて済むっていういい面もあるし、時には難しい面もあるっていうことをちょっと思い出しました。ワイン作りたいんだったらフランス語も話せるのに、なんでフランスでやらないのとかですね、わざわざ日本で一から作るって苦労することをするのっていうふうに、前は聞かれたりしたこともあったんですけれども、私は日本で生まれ育ったから、日本で仕事をしたいなっていう思うこともありますし、日本でやるから大変なわけではないっていうことですね。フランスでやったとしても伝統的な作り手ビニュロンだったとしても、新しいネオビニュロンだったとしても、それぞれに、いい面と悪い面、大変な面っていうのがあるので、どこでやるのが絶対にいいっていうのはないなって思いますね。なのでやりたいところでやるのがいいと思いますはい、そんな感じでお昼ご飯の休憩が終わりです。畑に戻ります。ありがとうございます。